こんにちは。坂一門事務兵3代目の田中亮です。今日はですね、包丁の種類についていろいろご説明していきたいと思います。うちのお店だけでも2000種類ぐらい置いてあったりとか、選ぶときに何買えばいいかわからないという声も多くいただくので、今日はじゃあどういうふうに選んでいったらいいかというのを中心にお話ししていければいいなと思ってますので、ぜひ最後まで見てください。よろしくお願いします。お客さんによく聞かれる質問で、包丁ってどんだけ種類あるのってよく聞かれるんですけど、包丁の種類無限にありますね。うちのお店にある包丁の種類でいくと2000、あって、はい、で一般的な包丁屋さん大体これぐらいかなっていうところでいくと25種類ぐらい。切り分け方によって全然やっぱ捉え方が変わってくるんですよ。例えばこれとこれなんですけど、出刃包丁なんですね、両方とも、はい、でもこれはうちでは違う種類として扱ってて、ここの幅のところが、こっちの包丁は長いで、こっちの出刃はここの幅が短い。これフグ出刃という包丁として扱ってます。フグ出刃と出刃ってどう違うのみたいな話になってくるんですけど、作り手の意図としては、フグって骨が硬いんですね。だから刃を丈夫にしないといけないから分厚くするっていうのと、フグの皮を引きやすいように角度をつけて出刃包丁を作ってるんです。うちでは違う種類として扱ってるんですけど、地方だったりとか包丁屋さんによっては、いや出刃だよね、出刃のバリエーションだよねっていうところが1種類になるみたいな、なんかそういうイメージですね。フグ出刃、ちなみにもしかしたらうちにしかないかもしれないです。使い手がこんな包丁が欲しいっていうのを地元の鍛冶屋さんとかに頼んで、それによって出来上がったものが出てくるので、その時点では完全オリジナルなんですね。周りの方がこの包丁いいやんとかって言って浸透していけば、ジャンルとして確立されていくっていう順番になるので、数を定義できない、無限にあるっていうのが実質のところなんですね。牛刀ですね、すごい一般的な牛刀で、これは洋式の万能包丁なんですけど、これシェフナイフなんですよ。ドイツとかヨーロッパで使われてたこのシェフナイフを日本向けにアレンジしたのがこの牛刀。ヨーロッパで作られた包丁に見られるエッジのところがガードがついてたりとかですね、形状もちょっと先に反り返るような形をシェフナイフとしてたりとか。同じ牛刀でも和牛刀というタイプですね。これも最近人気があります。和食の現場で使うから和の雰囲気がいいけど、やる作業自体は片刃よりも両刃の方が使い勝手がいいよっていうパターンですね。こういう時に使われる包丁です。全部牛刀っちゃ牛刀なんですね。どこで分けるのかみたいなので、シールの数が変わってくるみたいな話になります。包丁やあるある鉄板トーク、全然違う形に見えるじゃないですか、これ全部うなぎをさばくための包丁ですね。うなぎをさばくのにこんな形の包丁があれば便利なんじゃないかっていうのを、デザインしたりとか鍛冶屋に行って相談して出来上がるっていうステップを踏む。例えば大阪の形、これは名古屋でこういう形が、これが京崎といって京都で使われているうなぎの指をかけやすいようになってますね。こちらが江戸崎ですね。東京で使われるうなぎの包丁ですね。使い手が作り手に依頼をして形を決めていくので、全然違う形が出来上がって、かつそれぞれの地域で定着したのがこのパターンですね。地方によってうなぎさばき方違うんでしたっけ？はい、違います。大阪のやつは腹開きって言ってお腹からさばけるようなデザインされている。江戸崎っていうのは背開きって言って背中からさばく包丁になっています。大阪は腹を割って離すとか、腹を割ると武士の縁起が悪いから背開きにしようって言ったとか、いろんな逸話がくっついてますけど、今日ちょっと珍しい包丁もたくさん持ってきてるんですけど、丸包丁ですね。カーペットの生地とか厚い生地を切るのにすごい使われてた包丁ですね。ピザカッターみたいですね。刃がついてりゃ切れるわけですよ。これで別に魚さばけないわけだね。ピザに使えようと思えば使えるし、その作業をたくさんやります。じゃあ効率がいい道具が欲しいよねで生まれるのがこういう包丁ですね。最近はカッターナイフとかも進化したりとかしているので、今めちゃめちゃ使われてるかっていうとそうではないですけど、全国にはこれをまだ使われてる方もいらっしゃいます。塗りし屋って書いて塗屋包丁なんですけど、漆を塗り込んで乾燥して固めてもう一回塗ってっていうのをやるので、器を作る時に、余った漆を切らないといけないんですね。それのための
包丁ですね。腸先包丁って言って突き破らないように先は丸くして腸を裂くための包丁ですね。鶏を仕入れてきてさばく時とかに使ってたんですけど、今はこれ衛生法でちゃんとした工場じゃないと鶏っていうのはさばいてはいけないことになったので、最近はあんまり出ることがなくなりましたけど、こういう包丁も残ってたりします。バナナ切りですね。バナナの実とか皮っていうよりは房の部分を切るときに便利な鎌型の包丁ですね。これは畳切り包丁ですね。畳。今も畳は作られているので、これ使われている方もいらっしゃるんですけど、要は畳って全部編んでいくと最後横にいぐさがこう、全部出ちゃうんですよね。でそれをこれで一気に切るっていうやつで、こういう包丁じゃあ今鍛冶屋さんでお願いして多分作れるのは作れるんですけど、やっぱ1本あたりのコストとかが今だと高くなってしまうみたいなところがあって、最近の道具に置き換わってしまってるっていうケースが多いように思いますね。革たちって言って革小物とか財布とか作ったりする包丁ですね。それの、足というか違うパターンでうちに残ってた革たち、こういったものもあったりします。売れますか？売れないですね。全然売れない。売れてないから残ってるのなんですけど、もうなくなった包丁いっぱいあるんですよ。それを買いに来られる方とか年間何名かはいらっしゃいますね。その人のためにもう一回作り直したりとかっていうのもやるのはやります。でもやっぱコストがすごい上がってるので、そこはだから使われる方にそれでも作りたいかどうかっていうのを聞かせていただいて、普通の包丁ですごい作り手の時間が取られてしまってるので、今作るとなると結構待っていただくことになるかもしれないですね。ということで、今日はちょっと包丁の種類の話を、いろいろ、やってきました。今後はじゃあ、一般的な例えば洋食だとこんな包丁があるのとかですね、もうちょっとジャンルに絞ったお話だったりとか、それから包丁の産地の話とかもしていきたいと思いますので、気になる方はぜひ、登録をお願いします。この動画もいいと思っていただけた方は高評価をお願いします。でもしまた気になることとか、もっとこんなことを聞いてみたいということがあればコメントもお待ちしておりますのでよろしくお願いします。ではありがとうございました。